こはちょっと残念なんだけど、もう一台の車を紹介したいと思います。以前から、皆さんに紹介しようかな、毎日乗ってるからあまり面白くないなと思ってまだ紹介してない車があるんですね。それははいこちらの M4 ですね。約2年前からかな、アウディの A7 が前あったんだけど、それを売って今 M4 は毎日の、乗る車ですね。少なくていいことは、この新車の BM で多分高速でインストールすることはまずないんだろうと。もともとスティーブは BM 派ではないな。なぜかというとBMW が多すぎるんだよな。どこに行ってもね BM がたくさん走ってるのがちょっとね嫌なんだよね。俺は他とちょっと違う感じでいつもやっていきたいなって、そういう頭なので、みんなと同じ車、みんな BM 乗ってるなら俺が BM 乗りたくないな。みんなベンツ乗ってるなら俺はベンツに興味ないな。この色だね。この車の色を気に入っちゃったんだよね。なんかかっこいい。このブルーは最近、昔はね赤い車が赤が一番売れるっていう風によく言われてたんだよね。日本の話は分かんないよ。アメリカの場合は。日本はどっちかといえば昔白い車しかなかったような、そういう風に最初日本に行った時に最初の印象は白い車が多いな。みんな白だったら自分の車どうやって探すんだろうって駐車場の中でと思った、ことがあったんだけど、この車の色がいいなって。昔赤が流行ってて最近ブルーがものすごく流行ってきたもんね。でこのブルー、この薄いブルー、ヤスミナマリナなんとかなんかそういう感じの名前のブルーですね。好きです。それと実際にやっぱり M だから速いんですよね。なんていうかな、速い。やっぱりターボがついている、軽い、エンジンが結構回転するんだよね。その意味では楽しいけど、でももう2年乗ったこういう新車、現行車っていうのはこれだけかな。もう飽きるんだよね。旧車は飽きないんだけど、こういう車はやっぱり飽きちゃうんだよね。ここにメインとしていろんなコントロールがあるんですよね。ここに信号無視だよおめえ、信号無視。まずはこれはエンジンの方、このボタンを押すことによってスポーツプラスって見えますか。今エフィシェントエコノミーモードですね。もう一つは普通のスポート、普通じゃないんでスポートモード。やっぱり車好きな人ならスポーツプラスだね。その下に今度ショックサス系のそういう設定もあるんで、これも同じくスポーツプラスエコノミーとコンフォート、柔らかい設定、スポートとやっぱりスポーツプラスですね。最後にハンドルの効き目っていうかハンドルの硬さというか、やっぱりこれもコンフォートはもうおじさんなんだけどおじいちゃんじゃないので、やっぱりスポーツプラスだね。じゃあ全てスポーツプラスに設定を変える。それとこのボタンがあるんですね。これはこのミッションのシフトの速さ、ここで調整できるんですよね。これは普通ノーマル、これはちょっとスポーティー、これになると超スポーティーな設定になりますよね。あと車の
シフトの仕方、もちろんドノーマルのドライブがある。それとここでシフトもできる。でもやっぱり F1 のシフトがいいよね、この車になると。まあ色が一番だな、俺にとって。でもパフォーマンスも悪くはないので、ちょっとエンジン聞いてみましょう。車前にいるから。トラクションコントロールが入っててよかったね。ケツが今グーになったんだよね。シフトが速いな、この車。シフトの速さ、ダウンシフトすると結構速いんですよね、シフトの速さ。軽いな、車が。やっぱりターボラーグもないな、この車。もうターボが入ってくるともうすぐターボが効いてくるんだよね。それで車がふーっと上がっていくんだよね。その意味では楽しいけど BM が多すぎるね。 M が少ないかもしれないけど BM 自体が多すぎる。多分この喋りながらでもちょっとだけ待てばまた BM が見えてくるような気がするよね。プリウスほどじゃないんだけど、プリウスの次ぐらいに BM が多くない？日本でもそうかな。アメリカはそんな感じはするので、よくこれが来るよね。これ乗るとやっぱり BMW のファンが多いね。俺じゃないかもしれないけど、でも BM のファンが多い。そういえばチャンネル登録してますか？よろしくね。チャンネル登録とインスタ、Facebook、Twitter 全部@StevePOV 書いてあるからね。皆さんフォローと何よりチャンネル登録とよろしくね。BMW が多いっていうことは、ほら今食べに来たところ隣にまた M4 ですね。ちょっと車高低くてかっこいいよね。俺もちょっと車高落とそうかな。でも1台でこう来ると、ほらもう1台645かな、なんか珍しい色なんだけど BM はどこに行っても多いな。